霊視。人間はいわば肉体に閉じ込められた囚人である。だが肉体の内部には肉体に浸透してある精妙な生命の構造が存在する。前にも話した通り、人間は7層から成り立っている。その一つはエーテル体である。エーテル体の外形は肉体の生き写しだが、その素材はずっと精妙であって肉眼では見えない。エーテル体は肉体の全身を覆い浸透している。これは二葉の部分から成り立っている。すなわち素なる部分とさらに精妙な部分と、またエーテル体は神経組織を通じて作用する。死とともに全エーテル体は抜け出すが、物質に近い粗雑な部分の方は肉体の消滅とともに消滅する。肉体生活中はこのエーテル体は本人の魂と高いとの橋の役目をする。この橋を渡り、さらには霊媒の神経組織と活力体を通過しつつ、高いの霊魂と地上との通信が行われる。通信の型は霊媒の個性、霊媒の境遇、その時の霊媒の状況、また通信を受ける列席者の精神的肉体的な状況によって違ってくる。このエーテル体に浸透してさらに精妙なエーテル的媒体がある。これを光体ないし活力体と呼んでいる。これは肉体とエーテル体に浸透しているだけでなく、上級の直感の媒体である精神体および天上体にも同じく浸透している。このように各媒体には連携があり、神聖の霊光はこれら媒体を通して加工し、ついには脳や神経組織と接続している仮想エーテル体に至るのである。一般に霊視を語るときは、普通よく起こる霊視現象のことを言っている。だがそこには霊視の性質についての誤解が多分にある。一部の人のエーテル体は肉体とのつながりが緊密でなくて抜けやすい状態になっている。またエーテル的世界は限界に近く、多数の霊魂にとっては物質くらいに鈍重に思えるほどである。そこでエーテル体はその影を記録し、地上の方へそれを反映させることになる。気ままな霊視現象を起こす人の場合は、その影が太陽神経層に反映されて生起するのである。動物の霊視もこの同じ原理で起こる。昔、人類が物質的でなかった時代は、同じ原理で霊視が日常起こることが多かった。通常の人たちの肉体は霊的なものに鈍感にできている。エーテル体は肉体に入り込んで掛け金をかけられた具合で封印されている。そのため霊については一向にちんぷんかんぷんである。しかし先ほど申したような一部の人たちはエーテル体が肉体に密着しておらず、容易に抜け出せる具合になっているので、そのため気ままな霊視現象が起こり、また憑依現象も起こったりする。この種の低いエーテル層の霊視と修練によってエーテル体のチャクラを正しく使えるようになった霊視とでは、同じ霊視でも雲泥の差がある。この相違について述べることにする。静かな湖畔に立って水に映る木々や空の姿を見なさい。その姿の美しさ。しかし水面が波立てばこの姿は壊れてしまう。結局これは影反映に過ぎない。光と色の作り出した戯れである。では目を移して本当の木々や空を見なさい。これは鮮やかで安定感があり、見た目にも真実である。霊視の場合における相違がお分かりかな。気ままな霊視の場合は修練なしの自己統制の効かないエーテル体に映った影である。修練を経た知的な霊視の場合は上級霊界からの光ないし生命の受信である。薬品の中には肉体からエーテル体を解放できるものがある。酒類の場合も同様で、これはエーテル体をよからぬところへ送り込んだりする。アルコール中毒患者がたわごとをしゃべるのは、この患者のエーテル体が誘拐仮想の風景や状況をそのまま記録しつつあるわけである。麻酔剤も同様にエーテル体を肉体から解き放つ。時には意識がはっきりしている場合もある。しかしそれは浮ついた状態であって、麻酔から覚めた後、記憶には何も残らない。エーテル体と心霊力の中枢、チャクラとの間にはつながりがある。その心霊力中枢とは、頭、喉、
心臓、脾臓、太陽神経層、背骨の基底部などである。薬学者ならこれらが神経組織の諸中枢であることがわかるだろう。これら諸中枢はまた霊的な諸教域ともつながりを持っている。これらは花びらを持つ花のようである。もし人が霊知を開発していくなら、この花に似た心霊中枢も成長を見せる。それはぐるぐる回転し、生命と光を持ち、美しい色を放射する。あなたの守護霊や助力霊は、これから発する波動や光や力を見て、すぐにあなたを見分ける。皆さんの中には、前生でこの心霊中枢を目覚めさせている人たちがいる。こういう人たちが再生すると、その心霊中枢からは光が放たれており、その光によってエーテル体の折り目は緩み、いわゆる天性の霊媒とか、霊視能力者とか言われる能力を発揮するものである。したがって真の霊能力者とは、心霊中枢の使い方を生まれつき知っている人たちのことで、それゆえに彼らは偉大な仕事をしばしば遂行できるのである。皆さんは急いでこの心霊中枢の開発に取り掛からぬように、と申すのは、そのためには今我らが皆さんに伝えている以上のはるかに多くの知識が必要なのである。もし意志と知をもってこの諸中枢を発動させるなら、この諸中枢からは光が発し始める。通常まず肉体外の事物に反応を示すのは太陽神経層にある心霊中枢である。その場合人は何も見えたり聞こえたりはしないが何かを知覚するという。この知覚するとはどういうことかと考えてみても一向にわからない。しかしよくよく整起した事実を思い巡らしてみると、太陽神経層が奇妙な感じを受けたことがわかる。つまり感じとして知覚するのである。次に働くのは眉中枢である。これは第三の目と呼ばれたりするが、我々は眉チャクラと申しておこう。これは意志と霊的自我の指示に従い、整然と作用し、霊媒に霊界の状況を知覚させる。誠の霊視というのは、肉眼で物を見ているのではない。霊視とは自己の内部を見ているのである。自分では外界を見ているように思えるが、実際は自己内部の花の花の形をした心霊中枢、すなわちチャクラの中を覗き込んでいるのである。それゆえに目は閉じたままで霊視ができる。実際その方がよく見えるのである。なるほど。だがそれでは想像に過ぎないではないかと皆さんは思うだろう。だが想像とは随分曖昧な言葉で、想像は誠の霊的視力への入り口なのである。作用するのは眉チャクラと太陽神経層の2つだけだと思ってはいけない。さらに直感界、天上界に接触するときは眉チャクラだけで見るのではなく、全存在が見えるのである。この境に至れば真実の霊の世界を記録し反映しているのである。聖なる愛を通じて心臓の心霊中枢が鼓動を始め、美麗極まる光と色を放射する。こうしてその人は真理を知る者となり、純粋な真理の通路となる。